上地流空手道始祖上地幹文は1877年沖縄県北部の泉という山村に生まれた。1897年成人を迎えた幹文は当時 T と呼ばれていた空手が那覇などの都市部で盛んに研究されていることを聞くに及び、源流である中国拳法の修行を志し、本場である中国へと旅立った。日清戦争終結後という不穏な情勢の中、幹文は福建省福州にて門外不出と言われたパンガイヌーンという拳法の修行を開始。排日感情が蔓延していた当時の中国人社会で、幹文はそのハンディキャップを乗り越え、途中6年余りで朝に夕二の修練は万事成就せりと師や諸先輩に言われるまでになった。1908年、先輩諸師の勧めにより、幹文は福州南昌にてパンガイヌーン拳法社という道場を開設するが、不幸なことに門弟の一人が人を殺めてしまった。弟子の過ちに自責の念に駆られ苦悩した幹文は引責して道場を閉鎖、日本へ帰郷した。以後10年余り拳法について口を閉ざした幹文であったが、その実力は風の噂で広まっていった。1926年、伝授を請う者の真摯な願いの高まりにつれ、幹文はついに拳法の伝授を決意。和歌山県和歌山市にてパンガイヌーン空手研究所を開設。友頼龍友、上原三郎、後には子息上地寛永など現上地流の主柱となる人物を指導した。幹文より免許を授かった上地流空手道振興会始祖上原三郎は1932年大阪府大正区に道場を開設。前振興会副会長である実弟の上原二郎、長男である現振興会総本部館長上原武信、そして前振興会理事である次男の上原信一を指導。そして戦後間もない1946年、三郎は沖縄へ家族と共に帰郷する。翌1947年には故郷沖縄で指導を始め、現振興会会長宮城清三郎、前振興会副会長宮城昇、現振興会理事上原清吉が門弟となった。以来三郎は生涯を閉じるその2週間前まで指導にあたり、1965年8月永眠した。現振興会修武館総師範である上原勇は1939年三郎の四男として生まれ、11歳より父三郎に上地流空手道を師事した。24歳の時、心に帰するところがあり上京。東京オリンピックの翌年にあたる1965年に新宿区弁天町に道場を開設。以来始祖上地幹文、そして父であり師であった上原三郎の技と精神を伝承するため、東京を中心に田村誠師範とともに上地流の普及発展に尽力している。準備運動。はい、手を起こし、はい、足先を上げて左右に動かす。用意、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、足先の裏返し。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、かかとを上げる。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、足首を回す。はい、1、2、3、4、逆に5、6、7、8、はい、1、2、3、
3、4、はい、逆に5、6、7、8、はい、膝を回す。よーい、はい、1、2、3、4、はい、5、6、7、8、はい、2、2、3、4、5、6、7、8、はい、足を前方より横へ伸ばす。よーい、はい、1、はい、2、3、4、5、6、はい、2、2、3、4、5、6、はい、足を前上、内斜め上に上げる。よーい、はい、1、2、4、5、6、7、8、はい、腰の屈折、はい、足を開いて、はい、よーい、はい、はい、1、はい、2、3、4、5、6、7、8、はい、足をもう少し開いて、はい、体の捻転、はい、1、はい、2、3、4、5、6、はい、7、8、はい、はい、2、2、3、4、5、6、はい、7、8、はい、腕を伸ばすよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、はい、片手。はい、1、2、3、4、5、6、7、8ですよね。はい。はい、首を回しますよ。はい、1、2、3、4、5、6、逆に、2、2、3、4、5、6。はい、首を左右に倒します。はい。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、顎を上げて頭を振ります。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。はい、足を少し開いて。はい、肩を上げて顎を引く。よーい、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、はいよ、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よっしゃ。はい。はい、これで準備運動終わります。はい、ストレッチ。はいよ。はい、開脚前方屈伸。はいよーい、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、横。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、逆。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、閉塞。はい、同じく前方屈伸。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、膝を立て、ひねり。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、足を合わせて、はい、背筋を伸ばします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、そのまま前方屈伸。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、膝を押さえ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、手を組んで、はい、背筋を伸ばします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、後方肘を押さえ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、逆。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、前方肘引き。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、逆。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、後方。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、逆。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、エビ反り。はいよ、はい。はい。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、背筋。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。よっしゃ、はい。はい、以上、準備運動ストレッチ終わります。
礼。定置基本動作月用意。もろ手中段突き。はい、1、2、3、4、5、6、交互突き。はい、1、2、3、4、5、6、はい、上段突き。はい、1、2、3、4、5、6、下段突き。はい、1、2、3、4、5、6、鍵突き。はい、1、2、3、4、5、6、側面突き。はい、1、2、3、4、5、6、相突き。はい、1、2、3、4、5、6、もろ手手刀。はい、1、2、3、4、5、6、はい、交互手刀。はい、1、2、3、4、5、6、裏打ち。はい、1、2、3、4、5、6、はい、半突き。はい、1、2、3、4、5、6、はい、やめ。はい、礼。空間蹴り、高速直蹴り。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。上段蹴り。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。全速蹴り。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。前後足の回し蹴り。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。側頭蹴り。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、礼。受けの基本。用意。もろ手平手回し受け。はい、1、2、3、4、5、6。はい、交互受け。はい、1、2、3、4、5、6。上段受け。はい、1、2、3、4、5、6。はい、下段受け。はい、1、2、3、4、5、6。下段払い。はい、1、2、3、4、5、6。証券払い受け。はい、1、2、3、4、5、6。固定中段払い。はい、1、2、3、4、5、6。輪受け。はい、1、2、3、4、5、6。はい、もろ手はじき。はい、1、2、3、4、5、6。はい、片手。はい、1、2、3、4、5、6。はい、小剣とすくいがけ。はい、1、2、3、4、5、6。押さえ受け。はい、1、2、3、4、5、6。十文字はじき受け。はい、1、
2、3、4、5、6、手後剣弾き受け、はい、1、2、3、4、5、6、表小手受け、はい、1、2、3、4、5、6、はい、平手すくいがき受け、はい、1、2、3、4、5、6、はい。今まで見ていただきました準備運動、柔軟運動、ストレッチ、それから定位置基本動作の中の突き、蹴り、受け、これは普段の稽古の2分の1から3分の1の稽古方法で今日は行いました。普段はもっとストレッチの場合ゆったりとした状態で身体を伸ばす、呼吸を整えるという方向をとっておりますが、今日は時間的な関係がありますのでやや短めにしていただきましたので、ぜひご理解いただきたいと思います。はい、これから演じますのは移動基本動作と称しまして、今までと違い今度は移動していくわけです。当然相手を想定する、その中で突き、蹴りなども行います。ですから間合いというものをよく考え、そしてスピードをいかにして相手に近づけるかということなどで、蹴りに関しては普段空手の蹴りというのは一回蹴りです。しかし我々はこれを二面蹴りと称して一回蹴ってその足を地に下ろさずにさらに別の方向を蹴るという形で二面蹴りと称しています。3番目が受けの体勢です。受けながらそして反撃していくという状態で、上切りは受けの動作が多彩です。その多彩な受けの動作をくまなく網羅し、そして練習していくのがこの移動基本動作の中心課題です。では三人立ち正拳突き、用意、はい、1、2、3、4、5、回って三段突き、はい、1、2、3、4、5、はい、回って前屈立ち正拳突き、はい、1、2、3、はい、回って、はい、1、2、3、はい、回って、騎馬立ち追い突き、はい、1、2、3、回って、はい、1、2、3、はい、回って、逆突き、はい、1、2、3、はい、回って、はい、1、2、3、はい、回って、はい、歩み高速蹴り、はい、1、2、3、4、5、はい、回って、はい、上段蹴り、はい、1、2、3、4、5、はい、回って、はい、歩み側頭蹴り、はい、1、2、3、はい、回って、はい、1、2、3、よし。
移動基本動作2、二面蹴り、用意、高速直蹴りおよび回し蹴り、始め。回し上段蹴りおよび直蹴り、回って、直蹴りおよび側頭蹴り、はい、回って、側頭上段蹴りおよび直蹴り、回って、高速直蹴りおよび回転側頭蹴り、はい、回って、はい、回って、はい、同じく。はい、礼。移動基本動作3、受け突き。用意。はい、1、2、3、4、5。はい、下がって後屈下段受けおよび上段突き。はい、1、2、3、正拳払い受けおよび中段突き。はい、1、2、3。はい、下がって上段受けおよび中段突き。はい、1、2、3。はい、小手中段払いおよび中段突き。はい、1、2、3。はい、下がって手後拳弾き受けおよび中段突き。はい、1、2、3。はい、やめ。はい、今まで見ていただきました移動基本動作の解説をちょっといたしますと、三指正拳突きという動作を我々は重視しています。これはどういうことかと言いますと、例えばこういう感じですと届きます。ちょっと離れちゃうともう届きません。よって三鎮出しでいきます。はい、さらに来た時には2歩歩んじゃうとそれだけ遅くなります。よって前屈立ちです。はい、さらに離れた時にはこれ前屈でも届きません。よって肩幅を利用して騎馬立ちの体勢になります。はい、というのが3つの方法の三指正拳突きという形です。それからその次の逆突きですけれども、これはカウンター狙いです。例えばついてきた時、はい、構えてます。はい、こういう感じですね。逆突き、はい、そういう形の動作です。でしかも一歩一歩の突きじゃなくて、必ずターンをしてきた時には三段突きというのはいかに突きを速くするか、その訓練のために行っているわけです。ですから持ってきますと中段下段上段、とにかくあっという間にできるだけ相手にたくさんのダメージを与えるという方法です。例えばこのままで三鎮できました。一発で倒れない頑強な男ですと
2の矢3の矢をやる必要があります。よってこのままと大体女の人にでもこの3発やられれば多少はひるむことになるでしょうということが三段突きの重要視しているゆえんです。はい、以上が突きの状態です。我々この2の二面蹴りのことですが、普通蹴りというのは膝を1回上げて1回蹴って終わるということが大体が普通の一般的な練習方法です。ところが我々はあえて二面蹴りという練習方法をとっているのは、一の矢の蹴りを受けられたとしてもその足を膝を下ろさずに回転して蹴る、変化をして蹴るという方法を常に念頭に置いて練習しているわけです。では、はい、実際にやってみましょう。はい、というようなことで二面蹴りというのが練習すればいかに素早く変化をし、手のごとく足も自由に蹴り動作ができるということの一つの証として練習しているわけです。はい、移動強運動作の3ですが、受け突きということです。で、上地流には多彩な受けの方法がありますので、いくつかをご紹介したいと思います。はい、よいしょ、よいしょ、はい、3つの方法をお見せしましたけれども、その他に多彩な受けの動作があります。それは全てこういった形で相手を想定してそして行う方法を我々はできるだけ頭の中にイメージして練習普段をしているわけです。はい、補助運動1、前後足の正面蹴り、用意。はい、1、2、3、4、2、2、3、4、はい、足を変えて、はい、用意、同じく、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、はい、そのまま、はい、側頭蹴り、はい、用意、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、はい、足を変えて、はい、同じく、はい、1、はい、2、3、4、2、2、3、4、はい、はい、続いて正拳突き、はい、用意、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、はい、足変えて、はい、同じく、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、はい、人裏打ち小拳頭突き、はい、用意、はい、1、2、3、4、はい、2、2、3、4、はい、足変えて、はい、用意、はい、1、2、3、4、はい、2、2、3、4、はい、弾き早突き、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、はい、足変えて、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、振り突き、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、はい、足変えて、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、はい、肘突き、はい、1、2、3、4、5、
はい、1、2、2、3、4、5。はい、足変えて。はい、1、2、3、4、5。はい、2、2、3、4、5。補助運動2、天心正拳突き。用意始め。天心全側蹴り始め。天心高速蹴り始め。はい、鯉の尻尾打ち縦打ち用意始め。はい、横打ちはい始め。はい、正面はじきはい始め。風車統一用意始め。保存型用意始め。飛翔第二生産用意始め。飛翔生産用意始め。はい、ただいま補助運動の1と2を見ていただきましたけれども、我々は稽古の時必ずこの補助運動も行います。と申しますのは、この補助運動を覚えちゃうと上地流の方は順序を覚えれば大体が使いこなせるということです。よってこの補助運動がいかに上地流の方にとって重要であるかを皆様方にぜひ知っていただきたいと思います。1の方はそのままの状態でしたけども、2は移動します。ですから当然1でがっちりと基礎をつけ、2で動いてもその基礎を大いに生かす体勢を取るということが我々の眼目とした
一つの練習方法だと思っていただければ幸いです。これから演じますのは三鎮と言います。三戦うと字では表します。この三鎮は上地流のすべての基礎であり、そして空手の本来の相手に攻撃をというのではなくて、攻撃されても耐えられるような肉体を作っていくというのが大きな原点です。空手に先手なし、とかく自分の五体を鎧のように鍛え上げていく、これを主眼としたのがこの三鎮と言えるでしょう。では初心者の白帯1年未満、それから3年近く、それからもう7、8年経っている黒帯というふうに3段階に分けてこの三鎮を皆様方に見ていただきたいと思います。お願いします。はい、用意。はい。しょ。はい。よいしょ。よいしょ。はい。はい。はい。よいしょ。しょ。ありがとうございました。よし、はい。おいよ。よし。よいしょ。それ。しょ。さあ。しい。ああ。はい、用意。はっ、
ししょはいさあやしょ水月やはい水月やはい、3人の参勤をご覧いただきましたけれども、先ほどもお話ししました通り、上一流のすべての基礎、そして初心者もそれから古いメンバーも必ず1回の練習で3回ずつ欠かすことはできません。ただ誤解を招く時があります。上一流は相当我慢している、荒い稽古のために大変だ、特に小さい子どもは成長に障害をもたらすのではないかなどがあります。実はこの中に小学校1年生からやって今もう30近いですけれども、はるかに私より大きく1メートル80を超している門人もおります。よって参勤は段階的に、そしてその人の体力に応じて我々はゆっくり、あるいはその力のコンディション、それを見分けながらやっているのがこの参勤です。ですから、私の亡父父は8歳から80歳までやってもこの参勤には終わりがないんだということをよく常々言ってました。
はい、小手鍛えと足鍛え、その2面を見ていただきました。そして、白帯と黒帯、黒帯同士というふうに見ていただきましたけれども、ご覧になってその違いがおそらくお分かりいただいたと思います。当然一番初めの三鎮でお話ししましたけれども、上地流はまず自分の持てる五体を鎧のように鍛え上げていく、相手の反撃を最小限に、ダメージを少なくするという目的です。ですから攻撃が先方ではなくて、あくまでも防御に徹すること、これが本当の武道の道のあり方だと思います。で、私たちは手や足を叩かれて鍛え、叩いて鍛える、蹴って鍛え、蹴られて鍛える、そういった状態で、当然初心者は本当に軽くトントンと打つだけです。そしてこの小手鍛えは一石二鳥ではなく、一石三鳥四鳥の効果があります。まず突き、そしてさばき、そして受け、そして間合い、そしてスピードというようないろんな鑑みを総合的にオブラートされたような状態で行うのが大事です。当然その日によってはコンディションが非常に悪い時、あるいは元気がない時、病弱である時などは当然その人に合わせてやるということが大事です。私の某父はよく言ってました。武道をやる時は一人で行うのではない、常に相手があって初めてそこに本当の価値が出てくる。そして和と協調というものがいかに大事であるか。ただ俺こそは俺こそはでやってしまったら絶対後輩たちはついてこない。当然その後輩には後輩、初心者には初心者に対する稽古方法、打撃方法、それを常に考えながらやっていくのが真の武道家の志す者の道であるということを常々我々は言われました。小手鍛えと足鍛え、これも我々ができるのではなくて、上地流を志して入門された方、これはどなたにもだんだん時間をかけていけばこのぐらいになれるということは、私はここであえて皆さん方にぜひ知っていただきたいというふうに思います。受け基本型1、用意始め。受け基本型2、用意始め。受け基本型3、用意始め。受け基本型4、用意始め。約束組手1、用意
2、3、約束組手2の1、用意。2の2、2の3、連続組手1から6。連続組手2の1から3。用意。はい、今見ていただいた約束組手、それから連続組手、連続組手の2、最後に必ず統治法という逆技があります。投げ技、倒し技。これは相手の急所、それから相手の関節の強弱、そういったところも学ぶためには非常に必須な練習方法です。連続組手からはイメージとしては実戦、すなわちもう本当に戦ってるんだというようなつもりでやっていきます。ですから全力ですので、本当にコンディションと、それから必ず相手を信頼関係がないと大きな怪我をします。よって我々は先ほどもお話ししましたが、和と協調という私の父上原三郎の教えを忠実に守って、今までかつて40何年間東京で私は指導に当たっておりますが、一度たりとも門下生の中から怪我をしたという者がいない。これが私が指導している一番一つの誇りでもあります。これから行いますのが三陣の鍛錬の結果、鼓笛さえ
足擬態の練習の結果を証明するものです。今日は4センチ角の角材を使って実際にいろんな部分に叩きます。まず腕、足、もも、すね、それから連打的に三方打ち込んで、そして折ります。これは必ずしも折れることだけではなくても、叩かれても耐えられるぐらいに鍛えているという一つの証です。折れれば一番いいんですけど、折れない時も多々あります。では最初に腕の方から参ります。今までやりましたのが、まず準備運動の足先から、そして頭の先までという形で全身運動、それから各関節を伸ばすためにストレッチ、それから定位置基本動作として突き、蹴り、受け、そして今度は移動基本動作として当然突き、蹴り、受けという方法で動きました。そしてさらに補助運動として上地流の型を部分的に区切った一部分部分の練習方法も補助運動の中に全部網羅してあります。さてその次に来ましたのが三鎮です。先ほども三鎮を終えてコメントいたしましたけれども、上地流ではまず三鎮の前に肩はなし、三鎮の前には肩も
ないと言われるぐらい三鎮を非常に重要視していました。もちろん初めからああして衝撃を与えるのではなく、ついたり蹴ったりするのではなく、初めはただこういう状態で歩くだけです。はい、それがだんだんと時間が経つにつれ、稽古量が多くなるに従ってだんだんと一つに固まってきます。我々をそれを称して道願、我岩のごとくというふうに、証明しています。ですから三鎮をやるときには本当に無我の境でなくてはいけません。三鎮やっていて、さあ終わったらどっか飲みに行こうなんて思っていると固まりません。ですからその日のコンディションをまず最大限重視して、そして自分の持てる力を万全にしてやる、そして常に継続してやる。1週間に1回でもいい、2回でもいい、3回でも4回でも、数多ければ多い方がいいんですが、東京では練習場所の関係で週に2回か3回が精一杯の状態です。このようにして段階を得てくるに従って少々の打撃を耐えられるというのが三鎮の鍛錬方法です。ですから我々は攻撃をして相手を打ち負かすのではなくて、いつ何時どこからでもかかってきた時に瞬間的に相手の攻撃を最小限にとどめることができる。これが三鎮です。そしてその次に行われましたのが鼓敵隊でした。さて鼓敵隊はご覧の通り棒折りで証明いたしましたけれども、これもそうです。はじめ白帯と黒帯がやりました。白帯に合わせて黒帯が加減をして叩くということが大事です。ですから常に我々上一流の稽古方法は和と協調、そして信頼関係がなければ成り立ちません。一方的に強い者が弱者をガンガンやっていたんではとってもじゃないですけれども手足は持ちません。よってその状態によって入るということが鼓敵隊で最終的な棒折りで分かったと思います。以上が第一巻の総論としてのまとめです。